雑談です。幸いです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、久しぶり、月に1、2回になったんで久しぶりなんですけども、朝やんの16日ですか、あります、水道橋博士さんの、トークイベントの朝やんのオープニングの映像を撮るってんで、ここ最近何回目ですか、3回目ぐらいですか、タップの若手のこのラップでね、もう一個あとプがあればよかったんですけどね、オープニングやっとるんですけども、それのね撮影をしておりまして、近くの公園でサクッと撮って、いい感じのになるんじゃないのかな。でもう天気が良かったんで非常に絵が良かったね。もうそれだけで満足ですわ。だから絵が良かった。写りがいいんでね、若い子ですし、いい感じにできると思います。それを撮影してお昼過ぎぐらいにね、でじゃあお昼だったっつって、じゃあラーメンお昼なんか食おうっつって、で高円寺をうろうろしてて、ラーメンが食べたいっていうんで、じゃあラーメンにしようっつって、一軒目というかね、ここどうですかって言ってたんですけど、なんかこう入ったことなかったんで行ってもよかったんですけど、僕は近くにね、北方ラーメン何でしたっけ、番内があるんで、そこが好きなんですよ。でそっち行ったことあるって聞いたらないって言うんで、じゃあそこ一回食おうっつって北方ラーメン番内食べたんですけど、やっぱうまいわ本当に。僕は普通のやつはね食べてるんで、ワンタンにしたんですけど、どうも僕甲州市場とかワンタンが好きみたいですね。気がつかなかったワンタンが好きなんですわ。ワンタンラーメンを食べて、で撮影も終わって、帰ってきました。そんなことをやっておりましたね。ラーメン本当美味しかったんで、あとね、ラーメン屋で話すような話じゃないことをいろいろでかい声で喋っちゃって、ずっと反省はしておりましたけども、美味しかったので、ぜひね、北方ラーメンバンダね、あれうまい、ほんとうまいわね。ぜひ行ってくださいと。でね、見ましたですわ、最愛の5話目ですね。これいよいよもうね、動き出しているというか、最初1話目がね詰め込みすぎてて、本当にこう情報型で理解するのが大変だったんですけども、2話目3話目と4話目とだんだん紐解いてきて、の5話目でこれまたね動き出しておりますよ。弟のユウにやっとリオが会うことができまして、で会って、でずっと会いたい十何年ぶりぐらいですか、12年でしたっけ、家出ちゃってからなんで、やっと会えて、でいろいろ話をしてたら、ユウがね、お父さんっていうか、携帯のデータを復元して、できるかなって、自分の記憶がないもんだから、その携帯に残ってるデータを復元したら何か思い出すのかなって復元したら、その自分が殺人をしていたことを知ったと。で、なんですよっていうことを知り、でもリオは
そんな自分でね思い出したというか、そこがねちょっとこうどっちなんだろうって感じなんですけど、記憶よりも記録を見て思い出したんで、記憶がね飛んじゃってることが治ってないんで、ユウにも治験を受けてほしいと、その薬をね開発してるっていう話をして、2人でじゃあ一回田舎に帰ろうかみたいな話がされて、で一方大輝、刑事になった大輝は15年前の大麻事件の真相というかね、犯人だった、事件当時のことを聞きに行くんですよ。で同級生にそうやってアリバイというか過去のことを聞くのはどういう気持ちだとか言われながらも、そういう仕事なんでねつって聞いてたら、当時ねリオのお父さんですわ。だから達夫さんの叫び声を聞いたと。で翌日はなんか青ざめていたっていう新事実を聞くんですね。だから何かあったはずだということがそこでわかると。で一方加瀬って弁護士ですよね、は後藤及川さん、後藤にしおりって田中みな実さんがこう嗅ぎ回ってることをね、真田グループを嗅ぎ回ってることを聞くと、なんていうんですかね、やっと気づいたかというかね、知られちゃいけないことがバレちゃったみたいな雰囲気になるんですね。でそんなしおりはそのペーパーカンパニーねがたくさんあるっていうのを突きつけて来てたんで、そのペーパーカンパニーの住所をねこう調べて、いる時にガラスを割ってこう侵入するんですね。その手前でねこの辺にこういう会社があるんですけど知りませんかって聞いた人がそこのなんていうんですかね人で、その人が行っちゃってからこうガラスを割ってね侵入しているところに、そのさっきのね聞いた人が来て捕まってしまうと。でもうぐっと動き出しているところに、でそんな中ねリオとユウはこう白川郷に帰るためにこう高速バスでね別々で乗り合わせて、それをね大輝が追ってるわけですよ。でどこどこで何人乗った、どこどこで何人乗った、弟ユウが乗ったっていうのをここでね捕まえてというか尾行してずっと白川郷まで追っていくと、実家まで行ってそこで張ってるんですけども、なんかその間にこうね昔のなんか資料なりあれを調べようってんでこう寮に行ってねいろいろ古い日記記録なんかを調べているんですけども、で一方ユウとリオは実家でねお父さんの思い出をこうひっくり返して、お父さんよく日記を書いてたっつって、じゃあ当時どういうことが書かれていたんだろうね、自分の記憶もあやふやなんでっつって、そのお父さんの記録をこう見ようって言ったら、日記は書いてるんですけども途中でこう書いてなくて、あれこれそうだあれだっつってパソコンで書いてたって、パソコンどこだっつったら寮にあるっつって寮に行ってこうパソコンを調べ出すね。パソコンを調べたら録画というか当時のこうねこれは記録として残しておきたいって言って達夫さんがお父さんがこう独白をしてる映像が出てくるんです。で全て自分がやったと。でもユウはいやそんな携帯でね見た自分がやったのにお父さんがそう言ってるっていうのでわーってなってるところにこう警察ね2人がやってくるわけですよ。大輝とねやってきてユウは捕まることになるんですけども、で一方しおりはねこう捕まって車のトランクに押し込められてこうパカッと開いて出たところがなんとそのっていうか後藤の
ミッチーの目の前でね、いよいよもう捕まってやばいことになっちゃったっていうところで終わるんですけど、これいろいろね疑問点というか、もう言うたらお父さんのパソコンがね寮で出てくるんですけども、古いパソコン、だから15年ぐらい前のパソコンがね、電源はどうなっているんだとかね、バッテリーが生きてんのかとか、パスワードがかけてねえのかよとかね、そういった疑問はあるにせよ、記憶よりも記録にね残っていることで U の記憶はこう蘇ってくるんで、まだなんていうんですかね、その記憶障害的な病気が治ってないっていうのもここで分かるというかね、な回でしたけど、嗅ぎ回ってたしおりがね捕まって、しかも言うたら真田グループの内部分裂ですよね。後藤と加瀬とねこう対立をしちゃってて、しかもね誰だ、大輝との関係とかね、いろいろあってこうね、リオの心中もこうね、大丈夫なんかっていう感じの回でしたけどもね、次回以降これ誰がどうなっていくのかっていうのもね、最終的に一つのところに落ち着くって感じはないと思います。だからしおりはしおりでどうなってしまうんだ、リオはリオでどうなっていくのか、大輝の気持ちはどうなるのかね、といったね、本当にこう三者三様というか、もっといますけどね、弁護士の加瀬のね気持ちはどうなっているんだろうみたいな、非常に楽しみというかね、複雑なドラマではありますけども面白い展開になってきました。あとね、後藤ミッチーが本当に悪い感じで映ってるのもね見どころですんで、ぜひ見逃し配信 TVer でご覧になってくださいね。そんなところですか。はい。コントしがないジャーナリスト、それはあれだ、アバランチのね綾野剛ですけども、最愛のしおりね、田中みな実さんもしがないジャーナリストとしてね嗅ぎ回って捕まってしまいましたけども、これね命はもう危ないんじゃないかな。危ないと思いますよ。だからね、ミッチーがどうその後処理というかをするのかね。それから警察の方もやっと言うと、その情報提供してた名前をなんて言ってやってたっけ、もう同一人物だっていうのが気づいてね、ユウは逮捕されてしまいましたから、今後のねリオがどう動いていくのかね。本当はお金を渡して逃がそうとしてたのに、こう捕まってね自首するって言ってたんで逃がそうとしてたんですけどもねっていうところもバレると、こう会社もね、どうなっていくのかと、薬はどうなってしまうんだろうかっていう、本当に最愛なんで、タイトルがねリオがユウに対する気持ちのことなのかなとは思いながらもね、大輝とリオが復縁するって感じは多分ないでしょうけどもね、いや面白いドラマですんで、ぜひ見逃し配信ありますんでね、 TVer なりで、ご覧になってくださいといった感じで、あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。